皆さんこんばんは。ひなみです。 ASMR を初めてやっていくんですけど、ちょっと不慣れなところもありますが、楽しんでいただけたら嬉しいです。ひなみについてちょっとお話ししていこうかなと思います。私は好きなものが結構たくさんあって、アニメだったり踊ることだったりお酒とかすごい飲むので、ちょっとそこら辺を話していこうかなと思います。最初に、私ちっちゃい頃に姉の影響でダンスの教室に通ってて、なんとなく子供ながら姉の真似してやってたんですけど、やっぱ真似なので途中で嫌になったりしてたんですけど、日頃の嫌なこととかストレスとして発散できてたので、結構最近までアイドル活動をしていて活かせてたんじゃないかなと思います。で、お酒が好きって言ったんですけど、趣味的な感じで飲み歩いたりお酒を作ったりしてます。一番好きなのがビールで、ビールの泡の部分だったりちょっと苦味のある部分が好きだったりします。いろいろと飲み歩いたりしちゃうんですよね。ちょっと不慣れすぎて何を話していこうか迷子になっちゃうんですけど、これからもこんな私ですが見ていただけたら嬉しいです。いなみって呼んでいただいて大丈夫です。ありがとうございます。やっぱ最近仕事をしていて苦手なことってあるじゃないですか、皆さん。私は結構大人数の前で発表したり大きな声でいろいろと案内をしたりするのがすごい苦手なんですよね。でもそれぞれ苦手なものがあると思うんですけど、最近気づいたのが上がり症なんじゃないかなって思ってて、最近になってやっぱ大きな声で言うこととかやるたびに心臓がギュッと痛くなったり不安になったり冷や汗かいたりすることがあって、いろいろと昔のこととかを振り返ってみたんですけど、私中学校の頃に吹奏楽部に入ってたんですよ。で、吹奏楽部に入っててトランペットをやってたんですけど、花形の楽器じゃないですか、トランペットって。で、やっぱ一人で吹くソロっていうのがつきものだったりするんですけど、どうしてもソロが吹けなかったんですよ。今では結構笑いながら喋れるんですけど、当時本当に家帰って練習したりずっとその金管楽器のリーダーっていうのがいたんですけど、
その子に見てもらって練習してたんですけど、どうしても本番とか先生の前で吹けなくて、本番になる前に先生からちょっとソロ変えようかみたいな感じで他の人にやってもらってたりしてたんですけど、本当にどうしても吹けなくて、それを相談したら練習不足じゃないとか言われたりはしてました。その時も結構心臓がギュッてなる感じはして、でも他のその金管楽器のリーダーとか周りの子とかは練習してるのを見てくれてたんで、すごいたくさん練習してるのにどうしてできないんだろうねってすごい一緒に悩んでくれてて、そこに救われて3年間、中学校の3年間は吹奏楽部できましたね。でもやっぱ吹きたかったなっていう気持ちはあるんですけど、どうしても自分が弱かったなって思います。でどうしても高校でも吹奏楽部やりたくて入ったんですけど、そこでもソロ吹けなくて、代わってもらったりしてたんですけど、顧問の先生とかにたくさん怒られ、防ぎがちになってしまい部活を辞めてしまったっていう過去があります。でも最後の公演の時、もうこれで辞めますっていう時にソロをやったんですけど、気持ちよく吹けて、その時はその先生に対してとか部活動に対してちょっとやめるに関して気が抜けたから吹けたのかなとは今思ってますね、自分で。やっぱ元アイドルやってたんですけど、その時も生誕祭っていうものを開いていただいて、一人で歌うとかがあったんですけど、一人で歌うのもできなくて、どうしたらいいんだろうってすごい悩んだ時期がありました。一人でやりたくないわけではないんですけど、その結構前から、半年前ぐらいから歌詞を覚えてカラオケで練習しに行ってっていうのをやってはいたんですけど、スタジオとかで見てもらってっていうのもやってもらったんですけど、どうしてもお客さんの前で頭の中がポンってなくなっちゃうんですよ。やっぱ結構私の周りとかもプレゼンするのにいろいろ資料とかまとめて考えてきたけど、どうしても飛んじゃってうまくできないっていう人も身近にいて、一緒なんだなってちょっと安心感が湧きましたね。でもすごいそのことを話したことがあって、お客さんとかにすごい優しい目で見守ってくれてて、
すごい嬉しかったですね。でもその上がり症っていろいろなんか他の名前で社交不安障害とかついてて、結構今で治せるものになってるらしいですね。それすごいなって思って、ちょっといろいろ調べちゃいました。この話しようと思って。でもこの一番の決め手が、そのアイドルをやる前とかに楽器やりたくてトランペットをまた始めて、発表会でソロを吹くっていうのがあったんですけど、そこで一回も吹かないで終わったんですよ。一回も吹かないっていうのが、楽譜と譜面台を持って楽器も持ってステージに立ったんですけど、その伴奏流れた途端に震え止まらなくて、震え止まらないし、いつも吹けてたのに口が動かない。トランペットって口を震わせて鳴らすんですけど、もう何もできなくて、めっちゃ必死に空気の音だけが響き渡るっていう、結構心に来るものがありました。過去経験、すごい、なんだろう、今でもその景色とかが蘇って夢とかに出てくる時がありますね。やっぱり不安になるのが誰よりも強い方なのかなと思うんですけど、ここまで吹けないとは思わなかったって自分で思って、ちゃんとお辞儀だけしてスタスタっとステージから降りて、その近くのお手洗いで大泣きして帰りました。結構今になってそういう病気って呼ばれるんですかね、名前はついてるんですけど、中学校の頃にこういう症状があったなっていうのが、今の自分でそういう、なんだろう、こういう症状ですっていうのが判明するもの多くて、結構昔から同じ症状出てたんだな、これだったんだなっていうのがいっぱい私はありました。皆さんはあるんですかね。やっぱ一人一人違うんで、やっぱ向き合い方も変わってきますよね。みんなも同じだからって結構慰めてくれる方もいるんですけど、みんな同じなのって不安になったり、同じなんだって開き直れなくて、日常的にくよくよしがちです。やっぱり一番上がり症が個人的に悩みだったりするので、
直していきたいところではあるんですけど、直し方もわからないですよね。同じ人いますかね。1対1とかは喋れはするんですけど、やっぱりなんて言うんですかね、その習ってた時の何も吹けなかった発表会がやっぱトラウマになってて、フラッシュバックすることが本当に多くて忘れられないなと思い、ここでお話できたらと思って話しちゃいました。結構話し方とか話す順番とかがやっぱまだ不慣れなので、これからいろいろと学んでいこうかなと思います。みんないろいろと向き合って生きてはいるんですよね。話をできる人って重要だなって思いますね。今の職業で支えてくれる人がたくさんいたり、それは嬉しいことだなって思いました。それでもまだやりたいことはいっぱいあるし、一人でもやっていきたいこととかもあるので、向き合っていければいいかなとは思ってます。上がり症も同じ人がいて共感してくださる方がいたら嬉しいですね。まだまだ楽しく生きていければ嬉しいです。こんなお話でしたが、皆さん付き合っていただいてありがとうございます。それではおやすみなさい。